MBTI Cross Precure。こんにちは、タクジです。今回も MBTI を通してプリキュアを分析していますが、今日は現行の君とアイドルプリキュアのメインキャラ5人のタイプを分析します。MBTI って何？と思われた方は前回の動画を参照ください。軽くおさらいをすると、MBTI では人の性格のタイプを4つのアルファベットで表します。その2番目の文字が S なら、目の前の現実や日常を大切にする感覚型、N なら夢見がちな直感型です。今回の各キャラのタイプも感覚型と直感型で分かれています。果たしてみんなはどんなタイプなんでしょうか？今回の動画のお品書きはこちらです。今回、アルファベットを2つ説明します。まずは1文字目です。ここが E だと Extroverted、I だと Introverted の略で、それぞれ外交と内向を意味します。これは一般的な意味での外交的とか内向的な性格とはちょっと違っていて、端的に述べると、他者との交流や外部からの刺激で心の栄養を得るのが外交型で、静かに内省することで心の栄養を得るのが内向型です。なので、外向型の人で外とのつながりが少ない、内向型の人で内省する時間が取れない、そういった時期が続くと、それぞれの理由で心が疲弊してしまう傾向があるということです。まとめると、アルファベットの1文字目は外向か内向か、2文字目は感覚か直感かを表すということです。ここでアルファベットの説明は一旦中断して、先に各キャラのタイプを解説します。いつものことですが、この分析は私の独断と偏見によるものですのでご了承ください。主役のさくらうたは前回述べた通り直感型の ENFJ です。さらに最初のアルファベットが E なので外交型なのですが、とても明るい性格なので、そこに異論はないと思います。次は青風7で ISFJ です。彼女は物事をじっくり考えてから行動しますし、母という身近な存在から影響を受けて、コツコツとピアノを練習していることから、内向的な感覚型です。続いて、しぐれ心は ENFP です。1年生ながら、アイドル研究会を立ち上げる行動力がありますし、そのアイドルに対する憧れはもちろんのこと、第8話では、ナナが幼少期、マスコットキャラのハナミーが好きだったエピソードを聞いて、ナナ先輩が可愛すぎて心キュンキュンしてます。と想像を膨らませることもありました。そんなわけで、彼女は外交的な直感型です。次はプリルンで ESTP です。彼女も活動的で、タコさんウインナーが好きだったりと食べることが大好きですし、モンスター化された人物をすぐに特定できたりと、人の顔をよく覚えています。こういうところから目の前の出来事に注意が働く外交的な感覚型です。最後はメドロンで INFP です。一人で読書することを好みますし、大好きなネータマに対してポエティックな妄想を働かせます。第16話ではプリルンを見て、あなたの笑顔、一番星のきらめき、いつも私を導く、道しるべ。なんて言ったりします。ということでメドロンは内向的な直感型です。いかがでしょうか？外向内向感覚直感の尺度だけで見ても、メインキャラ5人はバランスが取れているのではないかと思います。
では、アルファベットの説明をもう一つします。それは3文字目で、ここが F だと feeling、T だと thinking の略で、それぞれ感情、思考を表しています。MBTI では F と T の違いは、行動の根っこが感情によるものか、理屈によるものかで区別します。具体的には、感情型の人は、人との調和や自分らしさを大事にしたりしますが、思考型の人は、実益や筋が通っているかを重視します。ただ、あくまでも傾向であって、もちろん感情型の人にも思考が、思考型の人にも感情がそれぞれちゃんと存在しています。なお、プリキュアにおいては、その作風上、メインキャラのほとんどは感情型だったりします。さて、ここまで話してきて、すごく引っかかるものを感じた方もいるのではないでしょうか。わかりますよ。先ほど私は、フリルンが ESTP だと言いました。3文字目が T なので、思考型ですね。フリルンが思考型？みたいに思われるでしょう。しかし、ですよ。誤解を恐れずに言いますが、性格と知性は違うのです。フリルンは見た目がどうあれ、思考型のキャラだと私は考えます。根拠は2点あります。まず、第1話で、初めてこちらの世界にやってきて、ウタと共にプリキュアを探していた時ですが、お腹すいたプリ、食べたいプリ、あれを食べたらきっとアイドルプリキュアが見つかるプリと、ずる賢くウタにホットドッグをねだるのは、感覚的な食欲と思考が組み合わさったものだと思います。また、人の感情に対する共感性にちょっと欠けているところがあります。第3話では、ピアノの発表会で失敗して落ち込むナナにどうアプローチすればいいか、ウタは頭を悩ませていましたが、プリルンはそんなことお構いなしにお弁当を要求しました。また、自分を中心にメロロンとウタとで疑似三角関係になったこともありますが、プリルン本人は全く無頓着でした。そういうところは、ある意味では欠点ですが、逆に言うと、感情的な迷いのないさっぱりした性格とも言えます。それだけに、真逆のタイプであるメロロンが彼女に惚れたのだと私は思います。いずれにしろ、こういうところからプリルンが思考型であって感情型のキャラとは違うと私は考えます。今回の動画は以上です。前回の感覚型と直感型の違いに加えて、今回は外向型と内向型、さらに感情型と思考型の違いにも触れました。君プリメンバーは見た目からして個性豊かだと思いますが、MBTI 的にもバランスよく配置されていることが分かったのではないかと思います。次回は彼女たちの性格をもっと深掘りしようと思います。というのも、今回感情型と一括りにしたキャラにも実は違いがあるのです。そしてその違いが分かるようになれば、彼女たちの行動原理がよく分かると思いますので、楽しみにしていてください。よろしかったらコメントやチャンネル登録、高評価などしていただけると何よりですが、内容に興味を持ってもらえるだけでも嬉しく思います。では、次の動画でお会いしましょう。